はご主人様、食料の備蓄に関してはシオンさんの提案を採用するということでいいですか？いい案だと思うな。ありがとうございます。では次はわしの番だな。ひなり、さっき渡したものを読み上げてくれるか？はい、桔梗さんからの提案ですが。こら関戸ちゃん、今お仕事中だから邪魔しないで。関戸、どこ行っちゃったの？あら、リリー。リリちゃん、ありがとう、トウカ様。みんな忙しいみたいだからリリ一人で遊んでて、そしたらレオ姉ちゃんが頭ポンポンってしてくれて、関との散歩を頼まれたの。ねえ、ご主人様、お仕事終わらない？いいよ、今日はもう終わりで。あとは私たちでやっとくから、ご主人様はリリちゃんと遊んできてあげて。そうですね。シオンさんと桔梗さんも一緒にどうぞ。私たちだけそういうわけには。大丈夫ですから。まあそこまで言ってくれるのであれば。でもシオンさん、私たちだけじゃ頼りない？いえ、決してそのようなことは。だってこうでも言わないとシオンさん出かけてくれそうもないし。ねえシオンさん、本当に大丈夫だから行ってきて。リリちゃんが笑顔でいてくれる方が私も嬉しいから。トウカ様、わかりました。ではお言葉に甘えさせていただきます。ご主人様、関戸ちゃんはどうしましょう？いや、そういうわけではなさそうですぞ。くすぐったいよ。まったく、こんなのに構ってる暇なんてないのに。
うるさいのです。誰もお前のような感触玉に構ってくれなどとは言っていないのです。だったらさっさとそのバカ犬連れてどこか行っちゃいなさいよ。バカと言ったものがバカなのです、このメガネ。言うにこと書いてこの僕をメガネ呼ばわりするなんて覚悟はできてるんでしょうね。ヘイちゃん、ネネちゃんも喧嘩はダメ。ちょちゃん。あらあら、にぎやかね。ほんとだ。ご主人様。あんた、こんなとこほっつき歩いて何してるのよ。職務怠慢なのです。喧嘩？はっ、こんな低能なお子様相手に僕が喧嘩なんてするわけないでしょ。言わせておけば。リリちゃん、シオンさん、キキョウさん、こんにちは。こんにちは、ゆえお姉ちゃん。ゆえちゃん、こんにちは。今日はいい天気ね。はい、洗濯物がよく乾きそうです。天気の話からすぐに洗濯のことを思い浮かべるとは、メイドとやらが板についているようではないか、ゆえよ。そうでしょうか。ちょちゃん、どうかしたの？大丈夫？ちょちゃんのおかげでなんとか。チーンキュー何やらいやらしい顔をしていたのです。まったく、僕のゆえを変な目で見ないでよね。もうダメでしょ、関戸ちゃん。ゆえ、起きられるか？えらいえらい。
危ないから。もうしょうがないわね。利口な犬だな。当然なのです。それで、ご主人様たちはどこかにお出かけですか？ですけど、遠慮しておきます。やっておきたい仕事もありますし。あんたね、ゆえが気を使ってるんだから少しは空気読みなさいよ。ちゃん、リリちゃん、最近ご主人様と遊びたいのをすごく我慢してましたから、ご主人様が遊んであげられるんだったらゆっくりしてきてほしいので。いえ、そんな。何が悲しくてお前と一緒に出かけなくてはいけないのです。わしは酒のうまい店ならどこでも構いませぬぞ。飲むのは構わないけど、帰りのことを考えて加減して飲みなさいね。肩を貸す気はないわよ。なーに、もしもの時はお館様に背負っていただくから心配するな。頼まれれば断りますまい。わしを背負えばこの父を背中で存分に楽しめるのですからな。ああ、わしはこの通りですが。一体どこを見て歩いていますの？すまぬ、ついよそ見をしておって。ああ、いいんですいいんです。こっちが飛び出してきたのが悪いんですから。それよりお怪我はありませんでしたか？弁州さん、顔料さん、どちらの味方をしているのです？はい？あら、カズトさんでしたの？奇遇だな兄貴、こんなところで会うなんて。皆さんでお食事ですか？あたいらは今ここで食べてきたところだよ。
でもなんかレイハ様が味付けが気に入らなかったみたいで文句を言い出して。それでお店の人と喧嘩になって飛び出していっちゃって本当にすみませんでした。ですからあなたたちはどちらの味方なのかと聞いているのですが。まったく。ところでカズトさん、今お暇ですの？カズトさんの都合など知りません。私の買い物に付き合いなさい。多分ご主人様を連れ回して憂さ晴らしをしたいだけだと思います。別にほっといて構わないっすよ。ご主人様、リリと一緒に遊ぶんだもん。おちびさんは黙っていなさい。今は大人の話し合いをしているのですから。やだやだ、ご主人様はリリと一緒なの。うるさいお子様ですわね。そんな風に言ってるレイハ様の方がよっぽど。文ちゃん。ならば勝負で決めるのはどうだ？勝負？ああ、リリとお主で勝負をして勝った方が親方様を連れ歩く権利を得る。それでよかろう？私は構いませんがおちびさんが相手では勝負になるとは思えませんわ。なら勝負の方法はリリが決めるということでいいわね。よろしくてよ。じゃあリリ、なんでお姉ちゃんと勝負する？はあ？何が悲しくてそのような子供の遊びをしなくてはいけないのです？ほう、縁本所ともあろう者が勝負の内容を聞いてから逃げるつもりか？逃げるだなんて人聞きの悪い。子供の遊びに付き合うのがまっぴらだと言っているだけですわ。そんなことを言って本当は負けるのが怖いのではないか？子供の遊びはやはり子供の方が得意だろうからな。言わせておけば。わかりましたわ。その勝負受けて差し上げましょう。いくよ。だるまさんが転んだ。だるま
ちゃん動いた。まあしょうがないか。ちょっと文集さん、何をしているのです。いや、だってじゃ続けるよ。ラマさんが転んだ。顔料お姉ちゃんも動いた。顔料さん、すみません、レイハ様。あっという間に私一人になってしまいましたわね。マキマキのお姉ちゃんもすぐに捕まえちゃうんだから。巻き巻きですって。お待ちなさい。文集さんと顔料さんは名前で呼んでおいて、どうして私だけ。だるまさんが転んだ。リリの勝ち。まだですわ。次は私が鬼です。行きますわよ。だるまさんが転んだ。うわ、いきなりせこ。レイハ様らしいっていうか。だるまさんが転んだ。動きましたわ。桔梗さんが動きました。際どかったけど大丈夫だったような気も。そもそもレイハ様、ほとんど後ろを向いてなかったじゃないですか。またそうやってあなたたちは。動いたと言ったら動いたのです。あの自己主張の激しい乳袋がたゆんたゆんと。レイハ様、それはいくらなんでも。言いがかりにも程がありますよ。ち
乳袋が揺れたと、なかなか面白いことを言うではないか。よかろう。わしの胸は確かに揺れていたのだろうし、動いたということで構わぬぞ。本当ですか？ああ。では続けますわよ。だるまさんが転んだ。あった。シオンさん、動きましたわね。あら、私の胸も揺れてしまったかしら。それはもう豪快にゆさゆさと。なら仕方ないわね。これでもう残るはあなた一人ですわよ、おちびさん。お母さんも桔梗さんも頼りにならないんだから。すまぬな、リリー。ごめんなさいね。では行きますわよ。だるまさんが転んだ。リリー、あんまり暴れたら危ないわよ。親方様、しっかりしてくだされ。だるまさんが転んだ。今度はみんなでやろうね。みんなでってトッカ様とアイシャお姉ちゃんとリンリンお姉ちゃんとシュリお姉ちゃんとひなりお姉ちゃんとセイお姉ちゃんとスイお姉ちゃんとタンポポお姉ちゃんとエンヤお姉ちゃんとみんなでだるまさんが転んだするの。何を感傷に浸っておられる。なーに、そう遠くない未来に実現しますとも。ご主人様がこの世を平定してくだされば、戦や祭りごとばかりに追われる必要もなくなります。そうなれば、皆が揃ってリリの遊びに付き合うくらいの時間なら、
いくらでも作れましょう。お父さん、あれなんだろう。あ、ごめんなさい。ご主人様、なんだかリリのお父さんみたいだから。お父さんって呼んじゃダメ？ご主人様、リリのお父さんだ！シオンはもとよりリリの母だが、親方様が父になられたということは、わしがいては家族団らんのお邪魔ですかな？邪魔なんかじゃないよ！桔梗さんもリリのお母さんだもん！ほう、わしも母にしてもらえるのか。だってリリ、桔梗さんも大好きだもん！そうかそうか。では、これからはわしを本当の母と思って、いつでも甘えてくるがよい。やれやれ。ご主人様が私の夫になってくださるのは嬉しいけど、どうして桔梗まで。夫とな？なるほど。ということは、親方様は、わしの夫でもあるということか。子供だけ認知して、妻はいらないということですか？よろしいではありませぬか。わしとシオン、妻としても、女としても、申し分ないと思いますぞ。お父さん、お腹すいた。